こんにちは。ただ服を作るの泉です。今回は型紙なし、ハサミでの裁断も1回だけの超簡単スクエアチュニックの作り方を紹介したいと思います。生地を丸ごと使うので、ゆったりした服が欲しいなとか、簡単な服を作ってみたいなとか、洋裁って細かそうでなんか難しそうだなという方にぜひ見ていただきたい内容になっています。着丈の長さも簡単に調節できるので、ぜひたくさんの方に挑戦してみてほしいなと思います。本題へ入る前にちょっとだけ自己紹介をさせていただきます。30歳の時に洋裁学校へ2年間通って、その後オーダー服のプロの先生の下で服作りのノウハウを教わりました。パターン作りからソーイングまで一貫してできるようになりました。今では家族3人分の服を作りながら楽しく過ごしています。肩肘張らずに楽しく服作りに挑戦してみたいなという方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは早速スタート。使う生地はこの動画で紹介した綿麻生地のネイビーの方の生地を使います。生地幅110センチの生地を 1.5 メートル購入しました。この 1.5 メートルっていうのは前身頃と後ろ身頃を合わせた長さになります。実際にはこんな感じで半分に折った長さ、これが全体の着丈になります。ですので 1.5 メートルで作るとおよそ75センチくらいですので、もうちょっと丈が短くしたいなという方はこの 1.5 メートルではなくって 1.2 メートルとか 1.3 とかの生地の量にしていただくとちょうどいいかなと思います。で、今回はこの片方は地の目を通して生地端を揃えたんですけど、こんな感じで揃えると実はここの裾の部分がちょっと生地が斜めにずれてしまっているんですよね。なのでこの下の方も地の目を通して生地端を揃えたいと思います。で、こっち側も同じように切り込みを入れてこんな感じでちょっとうねうねしてしまっている部分は後でスチームをかけながらアイロンをかけてあげれば綺麗になるので大丈夫です。こんな感じで向こう側とこっち側両サイドの生地端を揃えておいてあげてください。まず最初に生地を半分にだけカットします。今回使うハサミ裁断はこの1回だけです。半分っていうのは耳同士を合わせるようにして半分に折ります。110センチ幅の生地なのでだいたい55センチくらいになるかなと思うんですけど、この生地幅を半分で測ってこの真ん中の部分で切って長方形を2つに分けます。長い定規とかを使って真ん中の線でこうやって印をねつけていってあげて線を描いてあげると正確で綺麗に切れるかなと思うんですけど、ちょっと今回私はこれ半分に折ってしっかり折り目をつけたので、その折り目で切っていこうかなと思います。このチュニックは基本的には細かいことは気にしないっていうところがとっても大事なので勢いで作っていってもいいかななんて思います。こんな感じで2つの長方形に分かれたら、最初に生地の裏側の方に印をつけておいてあげてください。どこでもいいです。この両サイド下のところに裏側っていう印をつけます。あともう1箇所生地を半分に折ってこの折り目のこの輪のところ、ここにも印をつけておいてあげてください。ここがちょうど肩の位置、この折り目を境に前身頃後ろ身頃になるので、ここの境目の肩の位置に印をつけます。チャコペンで印をつけてもいいし、ハサミでちょこっと 1,2 ミリ切り込みを入れておいてあげてもいいです。では
簡単に流れを紹介したいと思います。これが今回のチュニックの全体の感じです。で、こっち側の部分がこっち側、これがこっち側になるっていう感じです。で、さっき向こうの肩の位置に印をつけてもらったのがちょうどここの部分になります。で、まず一番最初にこの首の空き止まりの位置、首のサイズを決めます。で、次に袖口の空き止まりの位置を両サイド決めます。その次にこっちの生地の耳の方ですね、こちら側を縫ってきて袖口を作ります。反対側も同じですね。同じように袖口を、耳のところを縫ってきて袖口を作ります。で、4番目にこの左右のパーツを真ん中で合体させて首周りを作ります。これが4番目で、一番最後に裾の部分をぐるっと縫っていく。これで完成です。ではまず一番最初に首周りの寸法を決めていきたいと思います。メジャーを使って自分の頭の周りを測ってあげる。で、ちょうどではなくってスポット、これは首の後ろに空きがあったりするものではないので、スポッと頭が入るようなデザインにしたいんですね。なので自分の頭の長さを測って、それにちょっとゆとりを入れた感じの長さを決めてほしいんです。こうやってかぶって首が通る感じになれば OK かなと思います。で、私は今回60センチの頭の首周りで作っていきたいと思います。で、その60センチの寸法を半分にまずしますね。なんでかっていうと、身ごろがこっち側とこっち側と両方あるので、2つ合わさって首周りになるので、まずは片方の身ごろの首周りを決めるっていう感じで半分にします。30センチ、60の半分は30センチで、その30センチを3等分にしてください。で、3分の1の寸法を後ろ身ごろ側に、で3分の2の寸法を前身ごろ側にして印をつけます。こんな感じで、ここにさっき肩の位置で切り込みをつけた場所があるんですけど、ここから後ろ側が後ろ身ごろで、この肩の線から前の方が前身ごろだったので、30の3分の2、20センチを前身ごろで取ります。で、印をつけておく。で、これは左右とも同じ長さで20センチで印をつけておきます。で、反対の後ろ側に10センチ。これが後ろ側で、ここが肩、前側に印をつけます。これで1番の首周りの寸法を決めるところが終わりました。次に2番ですね、袖口の空き止まり、袖が通る部分の位置を決めたいと思います。この生地の輪になっているところ、耳のある方ですね、この輪の部分から25センチ、だいたい25センチくらい、ここもだいたいでいいです。もしもっと袖口大きくしたいっていう時にはもうちょっと大きくしてあげればいいし、もうちょっと細い方がいいっていう時には細くしてあげればいいので、お好みでしてほしいんですけど、今回は25センチで作ってみますね。反対側も25センチの位置で印をつけます。で、袖口の場合にはこちら側と反対側にも印があった方がいいので、チャコで印をつけるか、こんな感じでハサミで2ミリくらい切り込みを入れて合い印を入れてあげてください。生地の裏面を上側にしておいて、耳の方が袖になります。ですので、耳の方のさっき印をつけた袖口の合い印、こっちの合い印から反対側の合い印までを1センチで折ってアイロンをかけます。1センチだと、生地の耳のプツプツ
があるから、ちょっと表に書いた時にプツプツが見えちゃうよっていう時には、それが隠れるくらいの長さで折ってあげるといいかなと思います。こんな感じで折れたら、肩の線のところで半分に折って、で袖口の合い印を合わせてピンで留めておきます。こっちが輪の部分で、この合い印、袖口の合い印のところからここを返し縫いで縫い始めて、ずっと裾の部分まで縫い代1センチ、もしくは自分がさっき折った袖口の縫い代分で縫っていきます。袖口のアイロンで折った折り目は一度開いて、合い印をつけたところに針を刺します。で返し縫いをして裾の部分まで縫っていきます。そしたら今縫った縫い代を開いてアイロンをかけます。左右の生地を引っ張って、ミシンの縫い目のところがしっかり生地にたるみがないようにしてアイロンをかけます。そうするとこんな感じで袖口のところと自然とつながるので、ここの袖口の部分にステッチをかけていきます。ここが今縫い代を開いた部分で、ここが袖口になっています。でここにこんな感じでぐるっとステッチをかけていきます。でここの部分は返し縫いをしてあげて、1回2回3回くらい縫ってあげてステッチをかけていってあげてください。はい、こんな感じで袖口が完成です。反対側も今と同じようにして袖を作っていってあげてください。では次に4番の左右の身ごろを合体させるところに進んでいきます。でそこを作る前に、まずはこの袖側じゃないこちら側はまだ生地の端がほつれてくる状態なので、ここにロックミシンをかけておきます。ジグザグミシンでも OK です。次にアイロンをかけていきたいと思います。生地の裏面を上側にしておいて、一番最初に印をつけた首周りの線、ここの位置から肩の位置を通って反対側の首の印のところまでを縫い代 1.5 センチで折ってアイロンをかけます。反対側も同じようにして首元にアイロンをかけます。首元にアイロンがかけられたら左右の身ごろを合わせて縫っていきたいんですけど、片方は裏面のまま、もう片方は表面に身ごろを返します。で表面に返した方を裏面の状態の方の身ごろの中に入れてあげる。で袖山の位置と最初につけた肩の合い印を揃えてあげます。そうするとこんな感じで、さっきアイロンで折った折り目が途中で途切れていると思うので、ここの部分に針を刺して返し縫いをして、で裾まで縫っていきます。裾まで縫ったら今度は反対側の首元、印のついているところ同士を合わせて、ここに針を刺して返し縫いをして、また裾まで縫い代 1.5 センチで縫います。反対の前側の首の位置を揃えて、でピンで留めます。でまたここも今と同じようにこの位置に針を刺して
返し縫いをして裾まで 1.5 センチで縫っていってあげてください。でここの部分は直線距離がねどうしても長いから曲がるってなる方もいると思うんですけど、全然大丈夫です。多少なら気にならないので気にせずダダッと進めてください。はい、こんな感じで縫えたら、今縫った 1.5 センチの縫い代を開いてアイロンをかけます。前の縫い目も後ろの縫い目も両方とも開いてアイロンをかけてあげてください。でこの首元のところはちょうどこう綺麗にアイロンの折り目が続くようにしてあげれば OK です。そしたら首元もさっきの袖口と同じようにこんな形になると思います。これもさっきと同じ縫い方でこんな感じでここを返し縫いをして、でこの折ったところにだいたい真ん中ら辺にステッチをかけていきます。では最後の工程、裾の部分を三つ折りにして縫っていきます。縫い代は3センチにしようかなと思うので、一度この裾の部分の縫い代を3センチで折っていって、開いて1センチで折ります。でぐるっとそんな感じでアイロンをかけて、こうやって綺麗にアイロンで折り目がついたら、ここの際にステッチをかけていきます。一番最後は縫い始めたミシンの縫い目に 1,2 センチ重ねてあげるようにして縫っていきます。ミシンで縫ったら縫い目のところにアイロンをかけてあげてください。ミシンで縫うとどうしても縫い縮みって言って生地がうねうねしてしまうことがあるんですけど、それをアイロンをかけてあげることで直してあげることができるので、ミシンで縫った後に最後アイロンをかけてあげるとピシッと綺麗になります。でこの今の裾を縫う時にすっごい距離が長くってこうなかなか綺麗に三つ折りが縫えないっていうことがあるんですけど、このチュニックの場合は前後の中心と脇にこんな感じで縫い目が身ごろの縫い目があります。全部で 4箇所あると思うんですけど、ミシンで裾を縫っていく時にこの1つの縫い目から次のこの身ごろの縫い目までをピンでこの裾の縫い目とこの身ごろの縫い目を揃えるようにしてピンで留めて、ここから次の身ごろと裾の縫い目を揃えてピンで留めて、この間をきれいに縫おうと思って縫っていくと割とまっすぐきれいに縫っていけるので、こう分割して縫っていってあげるといいかなと思います。これで完成です。ちょっと着てきますね。じゃん、こんな感じで完成です。普通に広げると長方形四角形なんだけど、着てあげるとそこがいい感じにドレープになってすっごく簡単なんだけど、なんとなくこう雰囲気のあるチュニックになったんじゃないかなと思います。では最後まで見ていただきありがとうございました。